はい、皆様こんにちは。トニー高谷です。今回はキハ82系の動画はお休みにして、こちらの国鉄 EF61 型電気機関車の模型の制作を20年ぶりに再開しましたということで、ご報告の動画を作りました。最初にお断りしておきますが、今回の動画では何かを作ったりする作業はありません。この模型のこれまでの経緯についての無駄話になりますので、ご了承お願いいたします。さて、模型の方は現在ご覧のように完成まであと一息のところまで来ています。キハ82系よりも完成に近い状態です。ではなぜ作業が止まってしまったのかと言いますと、一つはこのチャンネルの第1回目で述べました家庭の事情です。2つ目の理由は、こちらの EF58 と同時に完成させるために EF58 の作業の進行を待っていたということです。3つ目は作業の困難さに根負けしてしまったといったところでしょうか。しかしながら1つ目の理由はようやく解消されました。2つ目の理由である EF58 の作業はトラブルの発生で EF61 との同時進行は見送らざるを得なくなりました。3つ目につきましては、この 2,30 年の間にさまざまな道具や素材をインターネットを通して購入できるようになったのも大きくて、少しは作業が楽になったということも再開に寄与しています。それと最近エコーモデルさんから EF61 にも使えそうなパーツがいくつか発売されたことも再び制作意欲が湧いてきたきっかけになっています。さて、この EF61 ですが、基本的には今はなきシナノマイクロのバラキットを組み立てたものです。今から40年以上も前のことですが、行きつけの模型店で他の車両を買うつもりだったのが、このキットを見つけて衝動買いしてしまったのです。私の父の実家が広島県内にあった関係で、毎年のように列車で往復していましたので、山陽本線の車両にはひときわ思い入れがありました。この EF61 もその例外ではありませんでした。キットを買って帰って早速作り始めたのですが、なんか変だな、本当に EF61 かという疑問が湧いてきました。そのきっかけとなったのが、皮肉にも組み立て説明書に載っていたキットの完成写真と実物の写真でした。あまり似てないなと思ったのが前面の印象です。 EF70 みたいやな、なんか背が高いなと思って、スタイルブックに収録されていた EF61 と同じ系列の EF60 の寸法と比べると1ミリ以上高いのです。たかが1ミリ、されど1ミリでかなり印象が変わります。そこで思い切って車体を屋根の真ん中で真っ二つに切断して、屋根のカーブを曲げ直しました。その時の残骸がこちらです。一言で曲げ直したものの、思うような仕上がりにはなりませんでしたが、それでも削るなりハンダで埋めるなりすればなんとかなるだろうと思っていました。ところが今度は側面の寸法も違うのではないかと気になりだして、京都や大阪の駅に停車中の荷物列車を牽引する EF61 を見に出かけました。そこでは写真を撮ったり、運転手さんに断って車体の寸法を測ったりして、家に帰って図面を描いたところ、かなり実物の縮尺とは寸法が違っていることが判明しました。
そのため新しく真鍮板で車体を作り変えた方が手っ取り早いという結論に至って、キットの車体を放棄することになりました。1万5,000円ほどとはいえ、当時としては決して安くはない商品だったので、かなりショックでした。当時はシナノマイクロに限らず、勝見や天正堂の製品でも実物のスケールとは異なる製品があったようです。ということで車体は作り替えになりましたが、その他の付属パーツはなんとか使えそうでしたので、気を取り直して製作を進めることにしました。それでは現在の進行状況を屋根上から順にご覧いただくことにします。パンタグラフなどの必要なパーツ類はすべて揃えています。モニターと屋根上板、SG 煙突はキット付属のものです。ランボードもボルトの表現がオーバーですが、キット付属のものを使用しています。取り付けに際しては、ランボードをすっきりと見せるために、ランボードの裏側にコの字に曲げた帯板を取り付け足としてハンダ付けし、足を屋根に差し込んで固定する方法を取りました。ところが30年以上前にはこのようなハンダゴテしか容易に手に入らなかったので、狭い場所での取り付けには非常に苦労し、その結果途中で作業を投げ出すことになってしまいました。けれども3年ほど前にこちらのハンダゴテを使って EF58 のランボードを取り付けた際、好結果を得ましたので EF61 でも使ってみるつもりです。次は前面に移ります。こちらはキット付属の前面パーツを使用しましたが、ヘッドライトケース、窓周りの H ゴム、手すり、飾り帯、テールライトケースなどは自作したものです。このうちテールライトケースは真鍮板とパイプを組み合わせて作りましたが、エコモデルから最近パーツが売り出されましたので取り替えようと思っています。スカート周りもエコモデルのパーツを取り付け予定です。中でもこの EF61 用開放テコ受けシリンダーは自作するのが難しくて、これまで未着手だったのですが、こんなニッチなパーツを売り出されたエコモデルさんに本当に感謝いたします。側面はほぼ出来上がっていて、あとはメーカーズプレートと組名札を取り付けるだけです。エアフィルターはキット付属のドロップ製のパーツを削って高さなどを調整して使用しましたが、取り付けた際に車体と少し隙間が生じてしまったのが心残りです。台車は基本的にはドロップ製のキット付属のものを使用しています。結構細かいところまで作り込んであるのですが、揺れ枕部分の省略が目立ちましたので、かなり手を加えています。今回20年ぶりに制作を再開したのは、名称が分かりませんが、こちらの部分になります。動画を撮り忘れて作業はご覧いただけませんが、3種類の真鍮線を組み合わせて作りました。今思えば省略しても良かったかなと思いますが、すでに24箇所のうち7割くらい作業が進んでいましたので、なんとか作り上げました。残っている作業は主に中間台車に砂箱を取り付けることです。砂箱に関しましてはキット付属のものが気に入らないので、庭模型のパーツに取り替えました。同時に同じく庭模型のホース付きの砂巻き管元栓を砂箱に取り付けています。最後に庭模型さんについて少し触れて終わりにしたいと思います。
庭模型さんといえば、この EF61 を作り始めた40年以上前には庭ロックスの名でロストワックス製パーツを全国の鉄道模型を扱う大きな模型店で売られていました。ところがいつの頃か忘れましたが、パーツの入手が困難になってしまいました。それが10年以上も前でしょうか。ヤフーオークションを通して直接販売されているのを見つけました。ものすごい数のパーツを出品されていましたが、それらは庭さんのホームページで公開されていたパーツリストの3分の2ほどで、残りは金型を点検の上順次発売しますということで、やる気満々だったようです。ところが庭さんは持病が終わりだったようで、おそらくそれが原因で残念ながら2年ほど前に廃業されたようです。庭ロックスといえば蒸気機関車用のパーツが思い浮かびますが、電気機関車や客車用のパーツも多数販売されていました。先ほど紹介しました砂箱や砂町間元栓、この EF61 には使用しませんでしたが、ブレーキシリンダーも出しておられました。こちらの EF58 用のブレーキシリンダーも含めて非常に細かいところまでシャープに作り込まれたパーツです。それも現在のロストワックスパーツの製法と異なり、昭和の手作りの金型から作られた、ある意味芸術作品のように感じるのは私だけでしょうか。ですから庭さんの廃業とともに多数の金型が消えてしまうのは誠に惜しいことだと思います。私がもう少し若くてお金があれば後を引き継ぎたかったのですが、それもできません。できればエコーモデルさんやイモンさんあたりが引き継いでくださることを願っています。ということで EF61 の制作を20年ぶりに再開しましたが、今後も制作のメインはキハ82系になります。 EF61 の制作はキハ82系制作の合間や気分転換に行う予定です。最後まで長々と私のうだうだ話にお付き合いいただきましてありがとうございました。